お疲れ様です。いつもご視聴いただきですね、ありがとうございます。YouTube チャンネルのゆうと申します。カーライフ関連のラジオ動画を自由気ままに配信してますので、よかったらですね、チャンネル登録お願いします。先日なんですが、NX の納車からですね、早半年が経ちまして、ディーラーから半年点検の案内が届きましたので、点検の方に行ってきました。その際なんですが、RX350 の方をちょっと見てきましたので、簡単なんですけど、僕目線で内外装をね、ちょっと紹介させてもらおうかなと思います。しっかり試乗の方も妻と一緒にしてきましたので、その感想動画とかですね、個人的に気になったとことか、今後またアップ予定してますので、ぜひね、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいかなと思います。それでは早速ですね、NX350 内外装編ですね、見ていきたいと思います。こちらがですね、今回紹介する RX350F スポーツ。ボディカラーはグラファイトブラックガラスフレークになります。ボディサイズの方はご覧の通りとなっております。いやー、RX はね、やっぱり存在感、迫力がやっぱ団地ですね。圧倒的な存在感がこれありますね。シティ派 SUV の王様だけはやっぱありますよね。それではまずフロントから見ていきましょう。F スポーツといえばやっぱりこのね、メッシュタイプのグリルですよね。いやーかっこいい。ここのね、グリル、洗車の時ね、何気に拭き取りづらくて厄介ですよね。そして、タイヤの方はと言いますと、235の5021インチとなっております。クラスポと同じのインチ数ですね。でかくてやっぱ迫力ありますね。このブラックメッキのね、ホイールデザインも個人的には好みですね。で、横から見てもやっぱりね、大きいですね。そしてね、このリア方向に行くにつれて流れるようにね、つながるクーペスタイルっぽいデザインもね、好きですね。やっぱこう、軽快感を抱かせる印象ありますよね。そしてこのリアデザインですよ。新型 RX といえばね、この大きい一文字のテールレンズですよね。レンズのね、このサイドにも L っぽいデザインが散りばめられているのもおしゃれだと思います。そしてね、RX はリアワイパーが隠されるデザインなんですよね。これは羨ましい。NX もね、そうして欲しかったですね。このね、L マークがね、あしらわれた RX のリアデザイン。ここがね、ワンポイントおしゃれでね、個人的にはね、好きなんですよね。僕はね、L マークよりも変わったね、今は次世代マークとなったこのレクサスっていうね、デザインロゴの方が好きですね。そして F スポーツのエンブレムとなっております。サイドミラーはブラック塗装となっております。にしてもやっぱり RX はやっぱりでかいですね。NX と比べると一回り大きいから、やっぱりね、迫力があります。これだけ大きなボディサイズなんですけど、ボディ色がね、ブラックなんで、締まって見えるんですよね。で、そこがまたね、スポーティーかつスタイリッシュでね、おしゃれに感じてしまうんですよ。ザ・大人の SUV、高級車っていう感じがね、しますね。僕もね、RX 買うんだったら、絶対黒を選びます。小傷とかね、手入れとかはきっと大変そうだとは思うんですけどね。黒やっぱいいですね。それでは内装の方もね、見ていきたいと思います。ドアの方はね、NX と同じ E ラッチですね。ボタン式の開閉となってます。中にね、スイッチがありますのでね。いやー、RX のね、このドアトリム部やっぱ好きですね。このスウェードの質感とデザイン。これおしゃれですよね。ステッチもしっかり入っててね。で、F スポーツといえばフレアレッドのこの赤内装ですよね。で、スイッチ類の方は NX とほぼ一緒ですね。メッキ化色されてます。で、E ラッチの方ももちろんついてますね。スピーカーの方は、こちら純正のスピーカーですね。過色はないです。スカフプレートは F スポーツのスカフプレートがついてて、ペダルはアルミペダルとなってます。このあたりもね、NX の F スポーツと一緒ですね。RX はシートメモリがこちらについてますね。そしてトリップメーターと下はフェールリットのオープナーと電動テールゲートのスイッチとなってます。パワーシートの方は8ウェイのパワーシートとなってて、ランバーサポートもついてます。そしてシートの方はヘッドレストに F スポーツのロゴが入ってて、素材がちょっと違うんですよね。RX の方は、スウェードの部分と本革の部分とコンビのシートになってるんですよね。
個人的にね、スエードが好きなんで、これはね、ちょっと羨ましいかなと思います。それでは乗り込んでみます。よっこらせと。はい、メーターはですね、F スポ専用のメーターとなってます。アドバンスドライブもついてますね。来年には NX にもつくんですかね。つくとしたらフル液晶とセットで来そうですよね。パドルシフトもついてて、タッチトレーサーのオペレーションも、これも NX と一緒ですね。それではここでメータータイプの方をね、ちょっと見ていきたいかなと思います。で、メーターの方がこのカスタマイズ機能から選ぶ形ですね。で、メータータイプがタイプ2に設定するとこんな感じですね。で、タイプ3に設定すると、こんなようなスポーツタイプのメーターに変わるような形になってますね。で、あとナビのね、画面の中にドライブモードを設定するところもありますので、それでまたね、画面の演出も少し変わるかなと思います。ナビの方はですね、14インチのオーディオディスプレイナビ。このあたりも NX とほぼ一緒の形になりますね。で、違うのがこちら。パノラミックビューモニターとパーキングサポートブレーキのところが、場所が違うのと、エアコンの吹き出し口と、下はね、小物入れとなってますね。そしてドリンクホルダー周りなんですが、パネルのデザイン以外はね、ほとんど NX と同じような形となってます。で、コンソールは、やっぱり大きく感じますね。この辺はね、車格の大きさをやっぱり感じるとこですね。深さもそれなりにあります。もちろん両開き対応してます。それでは、助手席周りの方を見ていきたいと思います。助手席はこんな感じですかね。このね、助手席前のデザインはやっぱりね、RX の方がいいかな。NX はね、助手席周りちょっとね、そっけなく感じちゃいますからね。このね、スエードがね、囲ってる感じとか、僕は好みですね。では、オーバーヘッド周りも見ていきますか。バイザーはこんな感じです。もちろんね、照明機能付きとなってます。デジタルミラーはオプション設定ですね。44,000円となってます。照明はタッチ式となってます。この辺りの質感もね、ほとんど NX と一緒だと思います。で、こちらの車両はパノラマルーフがついてますので、開けてみたいと思います。やっぱり明るくて開放感ありますね。ただね、日中明けて走るとね、脳天焼けずりますので、その辺はね、注意がいると思います。ルーフもね、フロント部は開閉とチルト可能となってます。あとはね、緊急時の SOS スイッチもここについてますね。皆さんどうですか？ RX のフロント周り、内装、質感。皆さんはどう思われますかね？もしよかったらコメントで教えてください。じゃあ、後席の方も見ていきたいと思います。ハンドル部は E ラッチで施錠解錠。ハンドルの方で施錠解錠もできますね。後席ドアトリム部はフロント席と同じような感じですね。お、RX なに後席シェードついとるやん。RX いいですね。これで電動シェードだったらなお評価できるんですけどね。で、RX はね、NX と違うとこはここなんですよ。RX はね、後席に電動リクライニング機能ついてるんですよね。これは高級車っぽいですよね。この装備はいいですね。で、シートデザインはフロントと同じくスウェードとのコンビ素材となってます。そしてアームレスト部はどうなってるかというと、これは RX の方が全然質感いいですね。小物入れもついてるんだ。いいですね。NX はね、ここめっちゃ安っぽく感じるからな。やっぱ RX はね、後席に乗る人のこともちゃんと考えて作ってありますね。質感高いですね。それでは乗り込んでみたいと思います。RX の後席、僕のドライビングポジションに合わせて、膝前の方はやっぱり広いな。後ろめちゃくちゃ広いわ。
まあ、拳の方が約2個半から3個分ぐらいありますかね。ここは NX より圧倒的に広い。もう足元もゆとりあって、これは居住性高いですわ。続いてエアコン周りはどうかというと、RX はシートヒーターだけじゃなくて、ベンチレーションも装備してるんですよね。しかもね、これ3段階機能調節付きという。で、エアコンの温度もね、トリプルゾーンの独立コントロールエアコンになってますね。こういった形でね、ベンチレーション、シートヒーター3段階ついてます。やっぱこの辺はね、RX ですね。NX は鉱石ベンチレーションついてないですからね。タイプ C のソケットも2つついてました。で、鉱石から見た RX のフロント周り前景はこんな感じとなってます。どうでしょうか？やっぱり助手席周りのデザインはね、RX の方がいいかな。まあ、あとはね、ゆとりある車内空間の大きさ以外はほとんど NX と一緒な感じだなと個人的には思いました。いやー、にしてもね、やっぱりね、この鉱石に座るとね、パノラマルーフの開放感がえぐいですね。これは気持ちいいですわ。暑い時期はね、そりゃは開けられないと思いますけど、日差しが落ち着いたらね、これ開けて走ると気持ちいいでしょうね。ほんとね、鉱石にね、よく人が乗る方は、パノラマルーフは必須のオプションとなりますね。ということで、今回はレクサス RX350F スポーツご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか？ NX オーナー目線で見させてはもらったんですけど、内装の質感とかは NX とそこまでね、めちゃくちゃ大差があるっていうわけではないのかなと感じました。作りですとか質感とか雰囲気とか、やっぱ NX とね、結構似通ってる部分がありましたので、RX だから内装めちゃめちゃ良くなってるっていう感じではないかなと感じてしまいましたね。で、NX と比べるとだいたい100万円から150万円ぐらいこの350の F スポーツ高い価格となってます。なのでもう少しね内装に差が出てくるとなおいいかなと感じましたね。とはいえですよ。とはいえ、やはり RX の方は外観の迫力がとてつもないんで、やっぱかっこいいなっていうのはありますね。で、黒いいですね。もうほんと締まってスタイリッシュに見えてて、高級車っていう、ザ高級車っていう感じがしますね。で、試乗の方もさせてもらったんですけど、意外とね、この車格の大きさを感じさせないハンドルの取り回しの良さだったんですよね。で、めっちゃね、乗りやすかったんですよ。で、このあたりのね、感想の方は、次回のね、試乗インプレッションの方でまたお伝えしたいかなと思いますので、気になる方はですね、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんはですね、現行の RX の内外装、どう感じましたか？ NX と比べてみた感想なんかとかあればね、ぜひコメントお待ちしています。NX のオーナーさん、もしいらっしゃったらですね、RX の内外装、どのように感じておられるか、教えてください。お願いします。グッドボタンも合わせてよろしくお願いします。それでは次回 RX 試乗編の方でまたお会いしたいと思います。ではでは、さようなら。